山縣有朋の軍事戦略とその影響。イントロダクション。山縣有朋は明治時代の日本を牽引した重要な政治家であり、軍人でもありました。その彼の軍事戦略は、日本の近代化に大いに貢献しました。この動画では、その軍事戦略とその影響について、ずんだもんと四国メタンの対話形式を用いて、深く掘り下げてみましょう。山縣有朋の軍事戦略。山縣有朋の軍事戦略って何なのだ？山縣有朋は西洋の最先端の軍事技術を取り入れて日本の軍政を近代化したの。具体的にはフランス式の軍政を参考にして日本陸軍を創設したり、全国民を対象とした徴兵制度を導入したりしたの。これによって日本は西洋列強と対等に戦うための軍事力を持つことができたのよ。それってどういうことなのだ？山縣有朋は陸軍教育制度を整備して新たな指導者層を育て上げたの。その結果、日本陸軍は高度に組織化されて効率的に動くことが可能になったの。それから徴兵制度の導入によって国民全体が国防に関わる体制を作り上げたの。これによって国民一人一人が国家の一部として自覚を持つようになったのよ。影響について。それがどう影響したのだ？そのおかげで日本は西洋列強に対抗できる近代的な軍事力を持つことができたの。それから徴兵制度は国民一人一人が国防に関与することを可能にして国民の意識を一体化させる役割も果たしたのよ。具体的にどんな影響があったのだ？軍事力の近代化によって日本は国際社会での地位を確立して近代国家としてのステータスを得ることができたの。それから国民全体が国防に関わる体制は国民の団結力を高めて国家意識を醸成したの。これは日本が国際社会で一定の地位を築く上でとても大切な要素になったのよ。山縣有朋の評価。もしかして山縣有朋はすごい人なのだ？そうよ。彼の戦略は日本を近代国家へと導いたすごい人なの。でも一方で彼の政策は国民に多大な負担を強いるものでもあったの。だから彼の評価は賛否両論ね。賛否両論ってどういうことなのだ？彼の政策が日本の近代化に大いに貢献した一方で国民には徴兵制度などの重い負担があったの。だから彼の評価は人によって分かれるわね。彼の戦略が日本を近代国家へと導いたと評価する人もいれば、彼の政策が国民に重い負担を強いたと批判する人もいるのよ。まとめ。山縣有朋の軍事戦略は、日本の近代化に大いに貢献しました。しかし、その一方で国民に多大な負担を強いるものでもありました。そのため、彼の評価は賛否両論です。しかし、どちらにせよ、彼の影響力は、我々の今日の生活にまで及んでいます。彼の戦略とその結果は、日本の歴史を理解する上で無視できないものです。明治時代の重要な政治家、山縣有朋の軍事戦略は、日本の近代化に大いに貢献しました。西洋の軍事技術を取り入れ、日本陸軍を創設し、全国民を対象とした徴兵制度を導入。しかし、これらの政策は国民に重い負担をもたらしたため、彼の評価は賛否両論です。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。